メラ博士の不思議な犯罪。江戸川乱歩。1。私は探偵小説の筋を考えるために方々をぶらつくことがあるが、東京を離れない場合は大抵行き先が決まっている。浅草公園、花屋敷、上野博物館、同じく動物園、隅田川の乗り合い蒸気、両国の国技館。あの丸屋根が往年のパノラマ館を連想させ、私を引きつける。今もその国技館のお化け大会というやつを見て帰ったところだ。久しぶりで八幡の藪知らぬいをくぐって、子供の自分の懐かしい思い出にふけることができた。ところでお話はやっぱりその原稿の催促が厳しくて家にいたたまらず、1週間ばかり東京市内をぶらついていたとき、ある日、上野の動物園でふと妙な人物に出会ったことから始まるのだ。もう夕方で閉館時間が迫ってきて、見物たちは大抵帰ってしまい、館内はひっそり感と静まり返っていた。芝居や寄せなどでもそうだが、最後の幕はろくろく見もしないで、下足場の混雑ばかり気にしている江戸っ子気質はどうも私の気風に合わぬ。動物園でもその通りだ。東京の人はなぜか帰り急ぎをする。まだ門が閉まったわけでもないのに、場内はがらんとして人気もないありさまだ。私は猿の檻の前にぼんやり佇んで、つい今しがたまで雑踏していた園内の異様な静けさを楽しんでいた。猿どももからかってくれる相手がいなくなったためか、ひっそりと寂しそうにしている。あたりがあまりに静かだったので、しばらくしてふと後ろに人の気配を感じた時には何かしらゾッとしたほどだ。それは髪を長く伸ばした青白い顔の青年で、折り目のつかぬ服を着たいわゆるルンペンという感じの人物であったが、顔つきの割には快活に檻の中の猿にからかったりし始めた。よく動物園に来るものと見えて、猿をからかうのが手に入ったものだ。餌を一つやるにも思う存分系統をやらせて散々楽しんでからやっと投げ与えるという風で、非常に面白いものだから、私はニヤニヤ笑いながらいつまでもそれを見物していた。猿ってやつはどうして相手の真似をしたがるのでしょうね。男がふと私に話しかけた。彼はその時、みかんの皮を上に投げては受け取り、投げては受け取りしていた。檻の中の一匹の猿も彼と全く同じやり方でみかんの皮を投げたり受け取ったりしていた。私が笑ってみせると男はまた言った。真似っていうことは考えてみると怖いですね。神様が猿にああいう本能をお与えなすったことがですよ。私はこの男、哲学者ルンペンだなと思った。猿が真似するのはおかしいけど、人間が真似するのはおかしくありませんね。神様は人間にも猿と同じ本能をいくらかお与えなすった。それは考えてみると怖いですよ。あなた、山の中で大猿に出会った旅人の話をご存知ですか？男は話好きと見えて、だんだん口数が多くなる。私は人見知りをするたちで、他人から話しかけられるのはあまり好きではないが、この男には妙な興味を感じた。青白い顔ともじゃもじゃした髪の毛が私を引きつけたのかもしれない。あるいは彼の哲学者風な話し方が気に入ったのかもしれない。知りません。大猿がどうかしたのですか？私は進んで相手の話を聞こうとした。人里離れた深山でね、一人旅の男が大猿に出会ったのです。そして脇差しを猿に取られてしまったのですよ。猿はそれを抜いて面白半分に振り回してかかってくる。旅人は町人なので、一本取られてしまったらもう刀はないものだから命さえ危うくなったのです。夕暮れの猿の檻の前で
青白い男が妙な話を始めたという一種の情景が私を喜ばせた。私はふんふんと相槌を打った。取り戻そうとするけれど、相手は木登りの上手な猿のことだから手のつけようがないのです。だが、旅の男はなかなかとんちのある人で、うまい方法を考えついた。彼はその辺に落ちていた木の枝を拾って、それを刀になぞらえ、いろいろな格好をしてみせた。猿の方では、神様から人真似の本能を授けられている悲しさに、旅人の仕草をいちいち真似始めたのです。そしてとうとう自殺をしてしまったのです。なぜって、旅人が猿の胸に乗ってきたところを見すまし、木の枝でしきりと自分の頸部を殴ってみせたからです。猿はそれを真似て、抜き身で自分の首を殴ったからたまりません。血を出して、血が出てもまだ我と我が首を殴りながら絶命してしまったのです。旅人は刀を取り返した上に、大猿一匹お土産ができたというお話ですよ。男は話し終わって笑ったが、妙に陰気な笑い声であった。まさか。私が笑うと、男はふと真面目になって、いいえ、本当です。猿ってやつは、そういう悲しい、恐ろしい宿命を持っているのです。試してみましょうか。男は言いながら、その辺に落ちていた木切れを一匹の猿に投げ与え、自分はついていたステッキで首を切る真似をしてみせた。するとどうだ。この男、よっぽど猿を扱い慣れていたと見え、猿目は木切れを拾って、いきなり自分の首をキューキューこすり始めたではないか。ほらね、もしあの木切れが本当の刀だったらどうです？あの小猿、とっくにお打仏ですよ。広い園内はがらんとして人っ子一人いなかった。茂った木々の花蔭には、もう夜の闇が陰気な熊を作っていた。私はなんとなく身内がゾクゾクしてきた。私の前に立っている青白い青年が普通の人間でなくて魔法使いかなんかのように思われてきた。真似というものの恐ろしさがお分かりですか？人間だって同じですよ。人間だって真似をしないではいられぬ。悲しい、恐ろしい宿命を持って生まれているのですよ。タルドという社会学者は人間生活を模倣の二次で片付けようとしたほどではありませんか。今はもういちいち覚えていないけれど、青年はそれから模倣の恐怖についていろいろと説を吐いた。彼はまた鏡というものに異常な恐れを抱いていた。鏡をじっと見つめていると怖くなりやしませんか？僕はあんな怖いものはないと思いますよ。なぜ怖いか。鏡の向こう側にもう一人の自分がいて、猿のように人真似をするからです。そんなことを言ったのも覚えている。動物園の閉門の時間が来て、係の人に追い立てられて私たちはそこを出たが、出てからも別れてしまわず、もう暮れ切った上野の森を話しながら肩を並べて歩いた。僕、知ってるんです。あなた、江戸川さんでしょ？探偵小説の。暗い木の下道を歩いていて、突然そう言われた時に、私はまたしてもぎょっとした。相手が得体の知れぬ、恐ろしい男に見えてきた。と同時に、彼に対する興味も一段と加わってきた。愛読しているんです。近頃のは正直に言うと面白くないけれど、以前のは珍しかったせいか、非常に愛読したものですよ。男はずけずけ物を言った。それも好ましかった。ああ、月が出ましたね。青年の言葉は、ともすれば急激な飛躍をした。ふと、こいつ気違いではないかと思われるくらいであった。今日は14日でしたかしら。ほとんど満月ですね。降り注ぐような月光というのはこれでしょうね。月の光ってなんて変なものでしょう。
月光が妖術を使うという言葉をどっかで読みましたが、本当ですね。同じ景色が昼間とはまるで違って見えるではありませんか。あなたの顔だってそうですよ。最前猿の檻の前に立っていらしたあなたとはすっかり別の人に見えますよ。そう言ってじろじろ顔を眺められると、私も変な気持ちになって、相手の顔のクマになった両目が、黒ずんだ唇が、何かしら妙な怖いものに見え出したものだ。月といえば、鏡に縁がありますね。水月という言葉や、月が鏡となればよいという文句ができてきたのは、月と鏡とどこか共通点がある証拠ですよ。ご覧なさい、この景色を。彼が指さす眼下には、いぶし銀のように霞んだ昼間の2倍の広さに見える不忍池が広がっていた。昼間の景色が本当のもので、今月光に照らされているのは、その昼間の景色が鏡に映っている、鏡の中の影だとは思いませんか？青年は彼自身もまた鏡の中の影のように薄ぼんやりした姿で、ほの白い顔で言った。あなたは小説の筋を探していらっしゃるのではありませんか？僕一つあなたにふさわしい筋を持っているのですが、僕自身の経験した事実談ですが、お話ししましょうか？聞いてくださいますか？事実、私は小説の筋を探していた。しかしそんなことは別にしても、この妙な男の経験談が聞いてみたいように思われた。今までの話しぶりから想像しても、それは決してありふれた退屈な物語ではなさそうに感じられた。聞きましょう。どっかで。ご飯でも付き合ってくださいませんか？静かな部屋でゆっくり聞かせてください。私が言うと、彼はかぶりを振って、ご馳走を辞退するのではありません。僕は遠慮なんかしません。しかし、僕のお話は明るい伝統には不似合いです。あなたさえお構いなければ、ここのベンチに腰掛けて、妖術使いの月光を浴びながら、巨大な鏡に映った不忍池を眺めながらお話ししましょう。そんなに長い話ではないのです。私は青年の好みが気に入った。そこで、あの池を見晴らす高台の林の中の捨て石に彼と並んで腰を下ろし、青年の異様な物語を聞くことにした。2、ドイルの小説に恐怖の谷というのがありましたね。青年は唐突に始めた。あれはどっかの険しい山と山が作っている峡谷のことでしょう。だが、恐怖の谷は何も自然の峡谷ばかりではありませんよ。この東京の真ん中の丸の内にだって恐ろしい谷間があるのです。高いビルディングとビルディングとの間に挟まっている細い道路。そこは自然の峡谷よりもずっと険しく、ずっと陰気です。文明の作った幽谷です。科学の作った谷底です。その谷底の道路から見た両側の6階、7階の殺風景なコンクリート建築は自然の断崖のように青葉もなく、季節の花もなく、目に面白い凸凹もなく、文字通り斧で立ち割った巨大なネズミ色の裂け目に過ぎません。見上げる空は帯のように細いのです。日も月も一日の間にほんの数分間しかまともには照らないのです。その底からは昼間でも星が見えるくらいです。不思議な冷たい風が絶えず吹きまくっています。そういう峡谷の一つに大地震以前まで僕は住んでいたのです。建物の正面は丸の内の S 通りに面していました。正面は明るくて立派なのです。しかし一度背面に回ったら別のビルディングと背中合わせでお互いに殺風景なコンクリート丸出しの窓のある断崖がたった2間幅の通路を挟んで向き合っています。
都会の幽谷というのは、つまりその部分なのです。ビルディングの部屋部屋は、たまには住宅兼用の人もありましたが、大抵は昼間だけのオフィスで、夜は皆帰ってしまいます。昼間賑やかなだけに、夜の寂しさと言ったらありません。丸の内の真ん中で、フクロウが鳴くかと怪しまれるほど、本当に深山の感じです。例の後ろ側の峡谷も、夜こそ文字通り峡谷です。僕は昼間は玄関番を務め、夜はそのビルディングの地下室に寝泊まりしていました。4、5人泊まり込みの仲間があったけれど、僕は絵が好きで、暇さえあれば一人ぼっちでカンバスを塗りつぶしていました。自然、他の連中とは口も聞かないような日が多かったのです。その事件が起こったのは、今言う後ろ側の峡谷なのですから、そこのありさまを少しお話ししておく必要があります。そこには建物そのものに実に不思議な気味の悪い暗号があったのです。暗号にしてはあんまりぴったり一致しすぎているので、僕はその建物を設計した技師の気まぐれないたずらではないかと思ったものです。というのは、その2つのビルディングは同じくらいの大きさで、両方とも5階でしたが、表側や側面は壁の色なり装飾なりまるで違っているくせに、峡谷の側の背面だけはどこからどこまで寸分たがわぬ作りになっていたのです。屋根の形から、ネズミ色の壁の色から、各階に4つずつ開いている窓の構造から、まるで写真に写したようにそっくりなのです。もしかしたら、コンクリートのひび割れまで同じ形をしていたかもしれません。その峡谷に面した部屋は、1日に数分間、というのはちと大げさですが、まあほんの瞬く暇しか日が差さぬので、自然借り手がつかず、ことに一番不便な5階などはいつも空き部屋になっていましたので、僕は暇な時にはカンバスと絵筆を持って、よくその空き部屋へ入り込んだものです。そして窓から覗くたびごとに、向こうの建物がまるでこちらの写真のようによく似ていることを不気味に思わないではいられませんでした。何か恐ろしい出来事の前兆みたいに感じられたのです。そしてその僕の予感が間もなく的中する時が来たではありませんか。5階の北の端の窓で首くくりがあったのです。しかもそれが少し時を隔てて3度も繰り返されたのです。最初の自殺者は中年の光陵ブローカーでした。その人ははじめ事務所を借りに来た時からなんとなく印象的な人物でした。商人のくせにどこか商人らしくない、陰気な、いつも何か考えているような男でした。この人はひょっとしたら裏側の峡谷に面した日の差さぬ部屋を借りるかもしれないと思っていると、案の定そこの5階の北の端の一番人里離れた、ビルディングの中で人里はおかしいですが、いかにも人里離れたという感じの部屋でした。一番陰気な、したがって質量も一番安い二部屋続きの部屋を選んだのです。そうですね。引っ越してきて1週間もいましたかね。とにかくごくわずかの間でした。その光陵ブローカーは独身者だったので、一方の部屋を寝室にして、そこへ安物のベッドを置いて、夜は例の幽谷を見下ろす陰気な断崖の人里離れた岩窟のようなその部屋に一人で寝泊まりしていました。そしてある月の良い晩のこと、窓の外に出っ張っている電線引き込み用の小さな横木に細引きをかけて首をくくって自殺をしてしまったのです。朝になってその辺一帯を受け持っている道路掃除の妊婦がはるか頭の上の断崖のてっぺんにブランブラン揺れている一者を発見して大騒ぎになりました。彼がなぜ自殺をしたのか、結局わからないままに終わりました。いろいろ調べてみても別段事業が思わしくなかったわけでも、
借金に悩まされていたわけでもなく、独身者のことゆえ、家庭的な反問があったというでもなく、そうかといって地上の自殺、例えば失恋というようなことでもなかったのです。魔が差したんだ。どうも最初来た時から妙に沈みがちな変な男だと思った。人々はそんな風に片付けてしまいました。一度はそれで済んでしまったのです。ところが間もなく、その同じ部屋に次の借り手がつき、その人は寝泊まりしていたわけではありませんが、ある晩徹夜の調べ物をするのだと言って、その部屋に閉じこもっていたかと思うと、翌朝はまたブランコ騒ぎです。全く同じ方法で首をくくって自殺を遂げたのです。やっぱり原因は少しもわかりませんでした。今度の一社は香料ブローカーと違ってごく快活な人物で、その陰気な部屋を選んだのもただ質量が低廉だからという単純な理由からでした。恐怖の谷に開いた呪いの窓、その部屋へ入ると何の理由もなく一人でに死にたくなってくるのだという怪談めいた噂がひそひそと囁かれました。三度目の犠牲者は普通の部屋借り人ではありませんでした。そのビルディングの事務員に一人の豪傑がいて、俺が一つ試してみると言い出したのです。化け物屋敷を探検でもするような意気込みだったのです。青年がそこまで話し続けたとき、私は少々彼の物語に退屈を感じて口を挟んだ。で、その豪傑も同じように首をくくったのですか？青年はちょっと驚いたように私の顔を見たが、そうです。と不快らしく答えた。一人が首をくくると、同じ場所で何人も何人も首をくくる。つまりそれが模倣の本能の恐ろしさだということになるのですか？ああ、それであなたは退屈なすったのですね。違います違います。そんなつまらないお話ではないのです。青年はほっとした様子で私の思い違いを訂正した。魔の踏切でいつも人死にがあるというようなあの種類のありふれたお話ではないのです。失敬しました。どうか先をお話しください。私は陰銀に私の誤解を詫びた。3、事務員はたった一人で2番というものその魔の部屋に明かしました。しかし何事もなかったのです。彼は悪魔払いでもした顔で大威張りです。そこで僕は言ってやりました。あなたのネタ番は2番とも曇っていたじゃありませんか。月が出なかったじゃありませんか。とね。ほほう。その自殺と月とが何か関係でもあったのですか？私はちょっと驚いて聞き返した。あったのです。最初の香料ブローカーも、その次の部屋借り人も、月の冴えた晩に死んだことを僕は気づいていました。月が出なければ、あの自殺は起こらないのだ。それも狭い峡谷にほんの数分間、白金色の陽光が差し込んでいる。その間に起こるのだ。月光の妖術なのだ。と僕は信じきっていたのです。青年は言いながら、おぼろに白い顔を上げて、月光に包まれた却下の忍ばずの池を眺めた。そこには、青年のいわゆる巨大な鏡に映った池の景色が、ほの白く、怪しげに横たわっていた。これです。この不思議な月光の魔力です。月光は冷たい火のような陰気な劇場を誘発します。人の心が輪のように燃え上がるのです。その不可思議な劇場が、例えば月光の曲を生むのです。詩人ならずとも月に無常を教えられるのです。
芸術的狂気という言葉が許されるならば、月は人を芸術的狂気に導くものではありますまいか。青年の話術が少しばかり私を辟易させた。で、つまり月光がその人たちを意志させたとおっしゃるのですか？そうです。半ばは月光の罪でした。しかし、月の光が直ちに人を自殺させるわけはありません。もしそうだとすれば、今こうして満身に月の光を浴びている私たちは、もうそろそろ首をくくらねばならぬ自分ではありますまいか。鏡に映ったように見える青白い青年の顔がニヤニヤと笑った。私は階段を聞いている子供のような怯えを感じないではいられなかった。その豪傑事務員は4日目の晩も魔の部屋で寝たのです。そして不幸なことにはその晩は月が冴えていたのです。私は真夜中に地下室の布団の中でふと目を覚まし、高い窓から差し込む月の光を見て何かしらハッとして思わず起き上がりました。そして寝巻きのままエレベーターの横の狭い階段を夢中で5階まで駆け上ったのです。真夜中のビルディングが昼間の賑やかさに引き換えてどんなに寂しくものすごいものだが、ちょっとご想像もつきますまい。何百という小部屋を持った大きな墓場です。話に聞くローマのカタコムです。全くの暗闇ではなく、廊下の要所要所には電灯がついているのですが、そのほの暗い光が一層恐ろしいのです。やっと5階の例の部屋にたどり着くと、私は無遊病者のように廃墟のビルディングをさまよっている自分自身が怖くなって、狂気のようにドアを叩きました。その事務員の名を呼びました。だが、中からは何の答えもないのです。私自身の声が廊下にこだまして寂しく消えてゆく他には、引き手を回すとドアは難なく開きました。室内には隅の大テーブルの上に青い傘の卓上電灯がしょんぼりとついていました。その光で見回しても誰もいないのです。ベッドは空っぽなのです。そして例の窓がいっぱいに開かれていたのです。窓の外には向こう側のビルディングが5階の半ばから屋根にかけて逃げ去ろうとする月光の最後の光を浴びておぼろ銀に光っていました。こちらの窓の真向こうにそっくり同じ形の窓がやっぱり開け放されてぽっかりと黒い口を開いています。何もかも同じなのです。それが怪しい月光に照らされて一層そっくりに見えるのです。僕は恐ろしい予感に震えながらそれを確かめるために窓の外へ首を差し出したのですが、すぐその方を見る勇気がないものだから、まず遥かの谷底を眺めました。月光は向こう側の建物のほんの上部を照らしているばかりで、建物と建物との作る狭間は真っ暗に奥底も知れぬ深さに見えるのです。それから僕は言うことを聞かぬ首を無理にじりじりと右の方へねじ向けていきました。建物の壁は影になっているけれど、向こう側の月明かりが反射して物の形が見えぬほどではありません。じりじりと眼界を転ずるにつれて、果たして予期していたものがそこに現れてきました。黒い洋服を着た男の足です。だらりと垂れた手首です。伸びきった上半身です。深くくびれた首です。二つに折れたようにがっくりと垂れた頭です。豪傑事務員はやっぱり月光の妖術にかかって、そこの電線の横木に首を吊っていたのでした。僕は大急ぎで窓から首を引っ込めました。僕自身妖術にかかっては大変だと思ったのかもしれません。ところがその時です。首を引っ込めようとしてひょいと向こう側を見ると、そこの
同じように開け放された窓から、真っ黒な四角な穴から人間の顔が覗いていたではありませんか。その顔だけが月光を受けてくっきりと浮き上がっていたのです。月の光の中でさえ黄色く見える、しぼんだような、むしろ奇怪な嫌な顔でした。そいつがじっとこちらを見ていたではありませんか。僕はぎょっとして一瞬間立ちすくんでしまいました。あまり意外だったからです。なぜと言ってまだお話ししなかったかもしれませんが、その向こう側のビルディングは所有者と担保に取った銀行との間にもつれた裁判事件が起こっていて、その当時は全く空き家になっていたからです。一っ子一人住んでいなかったからです。真夜中の空き家に人がいる。しかも問題の首吊りの窓の真正面の窓から黄色いもののけのような顔を覗かせている。ただごとではありません。もしかしたら僕は幻を見ているのではないかしら。そうしてあの黄色いやつの妖術で今にも首が吊りたくなるのではないかしら。ぞーっと背中に水を浴びたような恐怖を感じながらも、僕は向こう側の黄色いやつから目を離しませんでした。よく見ると、そいつは痩せ細った小柄の50くらいのじいさんなのです。じいさんはじっと僕の方を見ていましたが、やがてさも意味ありげににやりと大きく笑ったかと思うと、ふっと窓の闇の中へ見えなくなってしまいました。その笑い顔のいやらしかったこと。まるで総合が変わって顔中がしわくちゃになって、口だけが裂けるほど左右にキューッと伸びたのです。4、翌日、同僚や別のオフィスの小遣いじいさんなどに尋ねてみましたが、あの向こう側のビルディングが空き家で、夜は番人さえいないことが明らかになりました。やっぱり僕は幻を見たのでしょうか。3度も続いた全く理由のない奇怪千万な自殺事件については、警察でも一応は取り調べましたけれど、自殺ということは一点の疑いもないのですから、ついそのままになってしまいました。しかし僕は利害の断りを信じる気にはなれません。あの部屋で寝る者が揃いも揃って気違いになったというような荒唐無稽な解釈では満足ができません。あの黄色いやつがくせ者だ。あいつが3人の者を殺したのだ。ちょうど首吊りのあった晩、同じ真向こうの窓からあいつが覗いていた。そうして意味ありげにニヤニヤ笑っていた。そこに何かしら恐ろしい秘密が複在しているのだ。僕はそう思い込んでしまったのです。ところが、それから1週間ほど経って、僕は驚くべき発見をしました。ある日のこと、使いに出た帰りがけ、例の空きビルディングの表側の大通りを歩いていますと、そのビルディングのすぐ隣に、三菱何号館とかいう古風なレンガ造りの小型の長屋風の貸し事務所が並んでいるのですが、そのとある一軒の石段をぴょいぴょいと飛ぶように登っていく一人の紳士が僕の注意を引いたのです。それはモーニングを着た小柄の少々猫背の老紳士でしたが、横顔にどっか見覚えがあるような気がしたので、立ち止まってじっと見ていますと、紳士は事務所の入り口で靴を拭きながら、ひょいっと僕の方を振り向いたのです。僕ははっとばかり息が止まるような驚きを感じました。なぜって、その立派な老紳士が、いつかの晩、空きビルディングの窓から覗いていた黄色い顔の怪物とそっくりそのままだったからです。紳士が事務所の中へ消えてしまってから、そこの金看板を見ると、メラ眼科、医学博士、メラ良斎と記してありました。僕はその辺にいた車夫を捉えて、今入っていったのがメラ博士その人であることを確かめました。医学博士ともあろう人が真夜中空きビルディングに入り込んで、
しかも首吊り男を見てニヤニヤ笑っていたという、この不可思議な事実をどう解釈したらよいのでしょう。僕は激しい好奇心を起こさないではいられませんでした。それからというもの、僕はそれとなく、できるだけ多くの人からメラ良妻の経歴なり、日常生活なりを聞き出そうと努めました。メラ氏は古い博士のくせに、あまり世にも知られず、お金儲けも上手でなかったと見え、老年になってもそんな貸し事務所などで開業していたくらいですが、非常な変わり者で、患者の取り扱いなども嫌に不愛想で、時としては気違いめいて見えることさえあるということでした。奥さんも子供もなく、ずっと独身を通して、今もその事務所を住まいに兼用して、そこに寝泊まりしているということもわかりました。また彼は非常な読書家で、専門以外の古めかしい哲学書だとか、心理学や犯罪学などの書物をたくさん持っているという噂も聞き込みました。あそこの診察室の奥の部屋にはね、ガラス箱の中にありとあらゆる形の義眼がずらりと並べてあって、その何百というガラスの目玉がじっとこちらを睨んでいるのだよ。義眼もあれだけ並ぶと実に気味の悪いものだね。それから眼科にあんなものがどうして必要なのか、骸骨だとか、等身大の老人形などが二つも三つもニョキニョキと立っているのだよ。僕のビルディングのある商人がメラ氏の診察を受けた時の奇妙な経験を聞かせてくれました。僕はそれから暇さえあれば、博士の動静に注意を怠りませんでした。一方、空きビルディングの例の5階の窓も、時々こちらから覗いてみましたが、別段変わったこともありません。黄色い顔は一度も現れなかったのです。どうしてもメラ博士が怪しい。あの晩、向こう側の窓から覗いていた黄色い顔は博士に違いない。だがどう怪しいのだ。もしあの3度の首吊りが自殺でなくて、メラ博士の企んだ殺人事件であったと仮定しても、ではなぜ、いかなる手段によって、と考えてみると、ぱったり行き詰まってしまうのです。それでいて、やっぱりメラ博士が、あの事件の加害者のように思われて仕方がないのです。毎日毎日、僕はそのことばかり考えていました。ある時は、博士の事務所の裏のレンガ塀によじ登って、窓越しに博士の寝室を覗いたこともあります。その寝室に、例の骸骨だとか、老人形だとか、義眼のガラス箱などが置いてあったのです。でもどうしてもわかりません。峡谷を隔てた向こう側のビルディングから、どうしてこちらの部屋の人間を自由にすることができるのか、わかりようがないのです。催眠術？いや、それはダメです。死というような重大な暗示は全く無効だと聞いています。ところが、最後の首吊りがあってから半年ほど経って、やっと僕の疑いを確かめる機会がやってきました。例の魔の部屋に借り手がついたのです。借り手は大阪から来た人で、怪しい噂を少しも知りませんでしたし、ビルディングの事務所にしては、少しでも質量の稼ぎになることですから、何も言わないで貸してしまったのです。まさか半年も経った今頃、また同じことが繰り返されようとは考えもしなかったのでしょう。しかし、少なくとも僕だけは、この借り手もきっと首を吊るに違いないと信じきっていました。そしてどうかして、僕の力でそれを未然に防ぎたいと思ったのです。その日から仕事はそっちのけにして、メラ博士の動静ばかり伺っていました。そして僕はとうとうそれを嗅ぎつけたのです。博士の秘密を探り出したのです。5、大阪の人が引っ越してきてから3日目の夕方のこと。博士の事務所を見張っていた僕は、彼が何か人目を忍ぶようにして、往診のカバンも持たず、徒歩で外出するのを見逃しませんでした。無論尾行したのです。
すると博士は意外にも近くの大ビルディングの中にある有名な洋服店に入って、たくさんの既製品の中から一着の背広服を選んで買い求め、そのまま事務所へ引き返しました。いくら流行らぬ医者だからといって、博士自身がレディメイドを着るはずはありません。と言って、書生に着せる服ならば、何も主人の博士が人目を忍んで買いに行くことはないのです。こいつは変だぞ。一体あの洋服を何に使うのだろう。僕は博士の消えた事務所の入り口を恨めしそうに見守りながらしばらく佇んでいましたが、ふと気がついたのは、さっきお話しした裏の堀に登って博士の資質を隙見することです。ひょっとしたらあの部屋で何かしているのが見られるかもしれないと思うと、僕はもう事務所の裏側へ駆け出していました。塀に登ってそっと覗いてみると、やっぱり博士はその部屋にいたのです。しかも実に異様なことをやっているのがありありと見えたのです。黄色い顔のお医者さんがそこで何をしていたと思います？蝋人形にね。ほら、さっきお話しした等身大の蝋人形ですよ。あれに今買ってきた洋服を着せていたのです。それを何百というガラスの目玉がじっと見つめていたのです。探偵小説家のあなたには、ここまで言えば何もかもお分かりになったことでしょうね。僕もその時、はっと気がついたのです。そして、その老医学者のあまりにも奇怪な着想に驚嘆してしまったのです。蝋人形に着せられた既製洋服は、なんと、あなた、色合いから島柄まで、例の魔の部屋の新しい借り手の洋服と寸分たがわなかったではありませんか。博士はそれをたくさんの既製品の中から探し出して買ってきたのです。もうぐずぐずしてはいられません。ちょうど月夜の自分でしたから、今夜にもあの恐ろしい珍事が起こるかもしれません。なんとかしなければ、なんとかしなければ。僕は地団打を踏むようにして頭の中を探し回りました。そして、はっと我ながら驚くほどの素晴らしい手段を思いついたのです。あなたもきっとそれをお話ししたら、手を打って感心してくださるでしょうと思います。僕はすっかり準備を整えて夜になるのを待ち、大きな風呂敷包みを抱えて魔の部屋へと上がっていきました。信頼の借り手は夕方には自宅へ帰ってしまうので、ドアに鍵がかかっていましたが、用意の合鍵でそれを開けて部屋に入り、机によって夜の仕事に取り掛かる風を装いました。例の青い傘の卓上電灯がその部屋の借り手になりすました私の姿を照らしています。服はその人のものとよく似た島柄の同僚の一人が持っていましたので、僕はそれを借りて着込んでいたのです。髪の分け方などもその人に見えるように注意したことは言うまでもありません。そして例の窓に背中を向けてじっとしていました。言うまでもなく、それは向こうの窓の黄色い顔のやつに僕がそこにいることを知らせるためですが、僕の方からは決して後ろを振り向かぬようにして相手に存分隙を与える工夫をしました。3時間もそうしていたでしょうか。果たして僕の想像が的中するかしら。そうしてこちらの計画がうまく走行するだろうか。実に待ち遠しいドキドキする3時間でした。もう振り向こうか、もう振り向こうかと辛抱がしきれなくなって幾度首を回しかけたかしれません。が、とうとうその時期が来たのです。腕時計が10時10分を指していました。ほう、ほうと二言、フクロウの鳴き声が聞こえたのです。はは、これが合図だな。フクロウの鳴き声で窓の外を覗かせる工夫だな。丸の内の真ん中でフクロウの声がすれば、誰しもちょっと覗いてみたくなるだろうからな。と悟ると、僕はもう躊躇せず、椅子を立って窓際へ近寄り、ガラス戸を開けました。
向こう側の建物はいっぱいに月の光を浴びて銀ネズ色に輝いていました。前にお話しした通り、それがこちらの建物とそっくりそのままの構造なのです。なんという変な気持ちでしょう。こうしてお話ししたのでは、とても気違いめいた気持ちはわかりません。突然眼界いっぱいのべらぼうに大きな鏡の壁ができた感じです。その鏡にこちらの建物がそのまま映っている感じです。構造の掃除の上に月光の妖術が加わってそんな風に見せるのです。僕の立っている窓は真正面に見えています。ガラス戸の開いているのも同じです。それから僕自身は、おや、この鏡は変だぞ。僕の姿だけのけ者にして映してくれないのかしら。ふとそんな気持ちになるのです。ならないではいられぬのです。そこに身の毛もよだつ歓声があるのです。はてな、俺はどこに行ったのかしら。確かにこうして窓際に立っているはずだが、キョロキョロと向こうの窓を探します。探さないではいられぬのです。すると僕ははっと僕自身の影を発見します。しかし窓の中ではありません。外の壁の上にです。電線用の横木から細引きでぶら下がった自分自身をです。ああ、そうだったか。俺はあそこにいたのだった。こんな風に話すと滑稽に聞こえるかもしれませんね。あの気持ちは口では言えません。悪夢です。そうです。悪夢の中でそうするつもりはないのに、ついそうなってしまうあの気持ちです。鏡を見ていて、自分は目を開いているのに、鏡の中の自分が目を閉じていたとしたらどうでしょう。自分も同じように目を閉じないではいられなくなるのではありませんか。で、つまり鏡の影と一致させるために、僕は首を吊らずにはいられなくなるのです。向こう側では自分自身が首を吊っている。それに本当の自分が安閑と立ってなぞいられないのです。首吊りの姿が少しも恐ろしくも醜くも見えないのです。ただ美しいのです。絵なのです。自分もその美しい絵になりたい衝動を感じるのです。もし月光の妖術の助けがなかったら、メラ博士のこの限界なトリックは全く無力であったかもしれません。無論お分かりのことと思いますが、博士のトリックというのは、例の蝋人形にこちらの部屋の住人と同じ洋服を着せて、こちらの電線横木と同じ場所に木切れを取り付け、そこへ細引きでブランコをさせてみせるという簡単な事柄に過ぎなかったのです。全く同じ構造の建物と怪しい月光とが、それに素晴らしい効果を与えたのです。このトリックの恐ろしさは、あらかじめそれを知っていた僕でさえ、うっかり窓枠へ片足をかけて、はっと気がついたほどでした。僕は麻酔から覚める時と同じ、あの恐ろしい苦悶と戦いながら、用意の風呂敷包みを開いて、じっと向こうの窓を見つめていました。なんと待ち遠しい数秒間。だが、僕の予想は的中しました。僕の様子を見るために、向こうの窓から例の黄色い顔が、すなわちメラ博士がひょいと覗いたのです。待ち構えていた僕です。その一刹那を捉えないでどうするものですか。風呂敷の中の物体を両手で抱き上げて、窓枠の上へちょこんと腰掛けさせました。それが何であったかご存知ですか。やっぱり蝋人形なのですよ。僕は例の洋服屋からマネキン人形を借り出してきたのです。それにモーニングを着せておいたのです。メラ博士が常用しているのと同じようなやつをね。その時月光は谷底近くまで差し込んでいましたので、その反射でこちらの窓もほの白く物の姿ははっきり見えたのです。僕は果たし合いのような気持ちで向こうの窓の怪物を見つめていました。畜生、これでもか、これでもかと、
心の中で力みながら、するとどうでしょう。人間はやっぱり猿と同じ宿命を神様から授かっていたのです。メラ博士は彼自身が考え出したトリックと同じ手にかかってしまったのです。小柄の老人は惨めにもよちよちと窓枠をまたいで、こちらのマネキンと同じようにそこへ腰掛けたではありませんか。僕は人形使いでした。マネキンの後ろに立って手を挙げれば向こうの博士も手を挙げました。足を振れば博士も振りました。そして次に僕が何をしたと思います？はっはっはっは。人殺しをしたのですよ。窓枠に腰掛けているマネキンを後ろから力いっぱい突き飛ばしたのです。人形はカランと音を立てて窓の外へ消えました。とほとんど同時に向こう側の窓からもこちらの影のようにモーニング姿の老人がスーッと風を切ってはるかの谷底へと墜落していったのです。そしてクシャッという物を潰すような音がかすかに聞こえてきました。メラ博士は死んだのです。僕はかつての夜、黄色い顔が笑ったようなあの醜い笑いを笑いながら、右手に握っていた紐を手繰り寄せました。スルスルと紐について、借り物のマネキン人形が窓枠を越して部屋の中へ帰ってきました。それを下へ落としてしまって、殺人の嫌疑をかけられては大変ですからね。語り終わって青年は、その黄色い顔の博士のようにゾッとする微笑みを浮かべて、私をじろじろと眺めた。メラ博士の殺人の動機ですか？それは探偵小説家のあなたには申し上げるまでもないことです。何の動機がなくても、人は殺人のために殺人を犯すものだということを知り抜いていらっしゃるあなたにはね。青年はそう言いながら立ち上がって、私の引き止める声も聞こえぬ顔にさっさと向こうへ歩いて行ってしまった。私はもやの中へ消えてゆく彼の後ろ姿を見送りながら、さんさんと降り注ぐ月光を浴びて、ぼんやりと捨て石に腰掛けたまま動かなかった。青年と出会ったことも、彼の物語も、果ては青年その人さえも、彼のいわゆる月光の妖術が生み出した怪しき幻ではなかったのかと怪しみながら、